これちなみにこういう風に開くものではないんです。あ、じゃないんですか。あ、引き戸。気仙沼の人は確かに家具が浮いて、で1階の床を破って上に上がっちゃったなって。それと同じ現象ですね。すごい砂の量ですね。幹みたいなのも普通に流入してましたもんね。大体津波が来て何分か経ってるかもしれない。数分ぐらいか。ここまで来てやっぱり止まったんですかね。これは水に濡れた木が揺れたりしてるのを見ながら、ちょっとね、立ったりなんかこんな風にしたりとかってして、そろそろ収まるかと思ってこう出すとまた揺れるから、またこうやってちょっと体勢低くしてみたいなのを繰り返したりしてるようなの。他の日々がバーッと走って、土のところも、土のところもね。まあ、その津波警戒区域のでましてや今回こんな揺れだったので、内か外かであるかにかかわらず、もう直ちにこれは避難をしようということで、来園者の人にはすぐに声かけを始めて、まず管理棟の前に、この四字遊具広場のところにね、障害児者の通所施設と思われる団体が十数人ぐらいいたのと、あと上がまあ大体3名かな。全員避難したのが多分3時5分10分ぐらい。全員車で出して内陸部通ってくださいっていうふうにお伝えして、それの残ったのがじゃあスタッフの2名。そうです。僕ら2人だけ残って、でまあうちらもじゃあ一応もう一回全員ね、いないか中見て、避難しようとかって言って、でまあ誰もいないし、じゃあ避難しようねって言って、まあ行ったらちょうど門の方から地元の人が来て、こう来て門のところまで来たところで、多分その先に避難する人から、ここダメだから避難した方がいいって言われて、で歩いて東6号所の方に向かってこうとしていたところだったらしくて、でそれであとそのおばあちゃんの息子さんがこうその後で自転車でやってきて、そんなこれから今から東6号所の方なんて歩いて行ったら間に合わないからって、ここが一番高いからここだって言って連れ戻して、どうも来たっていう感じのようでしたね。みんな気のままで来てるし、寒いし、このまま残してっていうわけにはいかないから、まあうちらが残るにしろ残らないにしろ、とにかく防寒とかそういうのをまず集めようとかって言って、この管理棟戻れるね。スタッフのオーバーとかがあったから、その全部リアカーに突っ込んで、あと救急箱とかお菓子とかブルーシートとか、なんかちょっととりあえず差し当たりのものをこう乗せたりして、こうやって僕が後ろから押して、彼が前に立ってもらって結構いっぱいになったんですか、リアカーは。半分ぐらいかな。半分ぐらい。結構ほらブルーシートとかありましたから、ボリュームもありましたけど、そんなにヒーヒーホールが。でもそれ持ってってよかったですね。その後雪を考えると。そうですね。まあ命があったから言えることだけど。ほんでね、またここでもコートを引っ張ってね、なんかのんきにやってましたよね。ここでも積んで、回ってきて、ここに来て、ここでもう一回積んで、また引っ張り出してって感じか。そうですね。
はまたこういう点で、地元の方はその時点であそこの山の上の展望台のたもとにいたんで、でちょうどねここら辺になんかいるときに、そうだよね、メンちゃん押してたんじゃないんだよね、そこら辺にいたんだよ、覚えてる。榎本さんは前にいまし俺はここにいて、メンちゃんそこら辺にいたんだよ。た。そこら辺混乱してますから。それで根本さんなんとかって言われて、あのね、その時僕は俺はやばいってというのも、まあそのバキバキバキって音がまず最初に聞こえたんですよ。水の音とかよりも何よりも、まあでまあちょっと枝とかではなくて幹の折れる音だっていうのは分かったので、でまあちょっと鑑みるとあいつしかいないというのがまず映像として浮かび、でその言葉になったんです。それで最初なんて言ったか分かんないかったんだけど、こう聞き換えとかって言って、まあなんか西で歩こうとしてたら、それこそそのバキ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 っていう音が向こうの方から聞こえてきてってでもなんかこういろいろ冷静にいろんな分析をしてる間もなく、これが10秒後ぐらいにはもうすぐそこが海になっていたっていう。そうね、たまに毛虫がいるんで。ここで今ガッと下がってるんですけど、水はだいたいここら辺までは来てたんで、まあ、2階の天井ぐらいまでは行きました。まあ、7メ7、8メートル、まあ、7メートルはあったんじゃないかなと思うんだけど、誰か正確な高さを測ってほしいですなってぐらいですけど、ただここに立っててなんか海みたいに水があるのがバーッと広がってるのが見えたんで、こうやって津波が来る前もかなりうっそうとした野鳥もたくさんいて、はい、だからその掘削される前は津波の様子は全く本当にそれに遮られて見えない。向こう側に一部残ってる松林のあの帯があるじゃないですか、あれがずーっとこっちまですぐここのギリギリのとこまで続いてたん、津波が来たのかとかって思っているともう次々とこう本当にもう10秒とかそういうぐらいの中でもうここまで来ちゃってたんで、あとはもう水がバーッとあるっていうとこだったんで、まあとにかくまたこれからもっと高くなる可能性はまあ否定はできないから、それをとにかく一番高いところに行こうって言って、まあ、リヤカーをここら辺にほってとにかく2人で上まで上がったという